わしじゃ不気味度を魅力じゃ。重装騎兵バルケンもついに最終ステージとなるステージ7じゃ。ラスボス、そしてエンディングと続くわけじゃが、今回もネタバレ全開なので了承の上の視聴をよろしくな。あと、ノーミスプレイとか攻略プレイでもないので、あしからずなのじゃ。敵国使徒を包囲し、あとは国会議事堂を抑えれば戦争も終わるというわけじゃ。我らがバーシスも満身創痍。クレアタンとの約束を、未来への希望を守るため、バルケン最後の出撃。ということで、まさにこの炎に包まれた首都の光景が広がるタイミングで流れるこの曲が最高なんじゃよ。チャプターを切っておいたので、ぜひもう一度繰り返してみてほしいのじゃ。戦争で傷つき、亡くした者への悲しみから、希望の未来のために、戦火に身を投じるという場面。悲壮感を抱きつつも明るい未来を目指す覚悟、勇壮さを描ききってると思うのじゃよ。わしは初めてこの場面を見たときは、もうゾクゾクものじゃったよ。みんなも少なくともあと3回は繰り返し見てほしいのじゃ。よろしくな。さて、このステージじゃが、前半はシンプルな横スクロールじゃ。敗戦目前ということで敵軍も兵器がないらしく、前のステージでもおなじみのハイシャーの強化型に戦車や試作機、軍用ジープ、あとは生身で挑んでくる兵士とまさに総力戦じゃな。しかし、その攻撃は地味に激しく、調子に乗ってうかつに前進すると、あっという間に体力ゲージを削られて後半で苦戦することになるのじゃ。特にハイシャーの強化型、正確には高気量産型らしいが、ゼネゲルは素早く懐に入ってきてダメージを与えてくるので、遠距離からしっかりレーザーで仕留めていくのじゃよ。毎回同じことを言ってきた気がするのじゃが、シールド防御を使ってダメージを受けないように少しずつ確実に前進していくのじゃよ。ここまで来たらあとはもう焦らずに頑張るのみじゃ。ちなみに敵の欧州アジア連邦の首都はベルギーのブリュッセルらしい。まあ言われてみれば確かにヨーロッパの街っぽい感じはあるのじゃ。しかし生身の兵士が半ば特攻状態で攻撃してくるの。ゲームといえどなかなか胸が痛むものがあるの。まあそれをレーザーで焼き払っている時点で何を言う資格もないのじゃが、いずれかの勝利はいずれかの敗北である。廃墟と化した町に住んでいたであろう人たちにとっては、主人公たちは侵略者であるということを突きつけられるのを感じるな。これでレーザーがレベル3になったのじゃ。このエリアからはゼネゲルが後方からも攻撃を仕掛けてくるので注意じゃ。冒頭でもクレアタンから説明があった通り、ジェイクたちは国会議事堂を制圧し、大統領をはじめ敵国の主要人物の身柄を拘束することが目的じゃ。今頃クレアタンは無事じゃろうか。ちょうどクレアタンと通信がつながった。バーシスはもう動けないと言っていたので、今は敵地のど真ん中で砲台状態で耐えているということじゃな。戦闘停止の命令が出ない限り、バーシスもこのままだと撃破されてしまうのじゃ。ここのエリアは背景などに敵キャラが隠れているというか、見えづらくなっていることが多いので、慎重に進むのじゃ。いつの間にか体力ゲージも半分以下になってしまった。なんとバーシスとの通信が途切れてしまったのじゃ。ただ通信だけなのか、それともなんとも焦らせるうまい演出じゃ。
完全に密着されてしまうとレーザーも当たらないので、このようにジャンプして真下に攻撃するとダメージも減らせるのでおすすめじゃ。というか、相変わらずこのハイシャーといいかゼネゲルの動きはうざいの。相変わらずバーシスとの通信はつながらないままじゃが、国会議事堂にようやくたどり着いたのじゃよ。さて、突入じゃ。議事堂内には目的のシェルマーク大統領と、そして3度目の登場となるベルダーク少佐が新型兵器で待ち構えていたのじゃ。この新型キゾアフレムは、地上での体当たりはシールドでは防げないため、このように空中戦に持ち込むのじゃ。ファンネルまで使ってきて、まるでサザビーじゃな。ちょっとせこい戦い方じゃが、こちらも体力がないのでな。なんとか撃墜できたのじゃ。あそこに逃げていくベルダーク少佐が。また登場しそうな嫌な予感がするのじゃ。ついに大統領を追い詰めたのじゃ。このシーンは海外版ではカットされてしまったのじゃが、本作のメッセージ性の高さを感じさせる印象的なシーンじゃ。BGM なしの無音の空間に響き渡る銃声。ドット絵の動きも含めて、この演出は素晴らしい。ある意味、これで戦争は終わったのじゃ。しかし、まだ戦いは終わらないのじゃ。さっきの嫌な予感が当たりそうじゃな。やはりベルダーク少佐じゃ。彼はまだ戦うことをやめる気はないようじゃ。この高速スクロールでは結構体力回復アイテムが出てくるので、しっかりとって回復しておくのじゃ。ここはギリギリまで待ってからジャンプじゃ。この橋の隙間から落ちてしまうと、それでゲームオーバー確定なので、ホバーをうまく使って乗り越えるのじゃよ。そして、ここでステージ4でジェイクが助けた新人兵士のリックが登場じゃ。彼なりにベルダーク少佐を助けようとしているようじゃ。この会話しながら戦うのが、まさにガンダムという感じで最高じゃな。このリックの機体、ボルカウノじゃが、浮遊能力やビーム砲は強力なものの、あくまで試作機らしく、攻撃の角度をうまく誘導してやれば楽勝なのじゃ。せっかく助けたのに分かり合えないまま、この結果は虚しくなるの。ついにラスボスじゃ。待ち受けるのはもちろん、ベルダーク少佐。
互いに大切なものを奪われた同士、因縁の決着をつけるしかないのじゃよ。理想も理由もなく、ただ兵士だからという理由で戦ってきたジェイクが、待ってくれている人のために戦う、という考え方になったのじゃな。それにしても、攻撃がきついのじゃ。この腕で殴られるの痛いのじゃ。あっという間に体力がなくなってしまったのじゃよ。上昇中だからレーザーの車線がずれるんじゃよな。あとは飛ぶだけじゃ。ああ、やられたのじゃ。ここはもうリベンジするしかないのじゃ。まさかのラスボスでのやり直しもそのまま収録するのじゃよ。まあ、たまにはこういう動画があっても良いと思うのじゃ。今度こそこのアルパージールみたいなジオングみたいなのを倒すのじゃ。あ、ビルド防具じゃね。さすがにラスボスらしい強さじゃよ。まず下部の砲台から発射される弾は反射するので、できるだけ下方に位置を取って反射させないようにするのじゃ。運が良ければ砲台を破壊した時に回復アイテムが取れるはず。次は腕じゃな。胸の砲台はそれほどダメージはないので、強力なパンチを食らわないように気をつけるのじゃ。腕は破壊すると時々マシンガンみたいなのを撃ってくるだけになるはず。最後の頭部はレーザー砲を撃つ時だけ当たり判定があるので、上下に動いてうまく誘導しつつ攻撃じゃ。とはいえ、実際そんなにうまくはできないんじゃよな。あいたたた、直撃食らったのじゃ。また体力がなくなりそうじゃな。あと少しなのじゃよ。よし、やったのじゃ。基地の爆発に飲まれそうになるバルケン。ここもアイテムオンの演出が渋いな。おう、クレアタンは無事じゃ。最終回でオープニング曲がかかる作品はやはり傑作じゃな。クレアタンの元に帰ってきたのじゃ。先ほどの大統領のシーンもじゃが、あえてドット絵のアニメーションにすることで、それぞれの表情の変化や感情を想像させる余地を残しているのが素晴らしいな。そしてここぞという時に漆原市の絵を使うセンスが最高なんじゃよな。なかなか詩的な表現じゃな。
ジェイク個人の心情をうまく戦争全体に重ねていく名文だと思うのじゃ。無事に最後までやりきったのじゃ。なんというか、すごく達成感のあるエンディングじゃよね。ボイスやアニメーションがあればよかったという声もあるが、わしはそれで本作のテンポの良さが失われるくらいであれば、今の状態でベストだと思う。このゲーム、シナリオとしては徹底的にあくまで一兵士の視点というのがわしは好きなんじゃよ。一気で戦局を変えるような理由ではないんじゃよね。それなりに活躍はしているものの、ジェイクたちとは別のところで戦争全体は動いていて、最後のビルドボーグとの戦いですら、戦争の結果には大きな影響はないんじゃよ。首都を包囲されている段階で欧州アジア連邦の敗北は確定しているし、ジェイクがいなくてもそのうちビルドボーグは撃破されていたじゃろう。だからあくまで一兵士の物語でしかないわけじゃが、リアルロボットものとしてはそれがいいんじゃよね。ガンダムの08小隊とか 0080 とか MS イグルと同じじゃな。エルダーク少佐も主人公の側から見ると戦争の狂気に取りつかれたようにも見えるが、それは違うと思うのじゃよな。逆の立場で考えれば、味方の新人兵士を単独で敵の中に助けに行くような優しい上司だし、主人公たちの合衆国軍にだんだんと追い詰められていく中で、最後まで諦めずに先頭に立って戦ってくれる英雄的存在じゃ。一区が浸水して攻め込まれた祖国や失った戦友、家族のためにも自分の命を犠牲にしてでもエルダーク少佐を助けたいという気持ちも理解できてしまう。いや、一区もそれ以上言うなとか言っていたし、内心は無益な戦いだとは気づいていたのかもしれぬな。もしエルダーク少佐が主人公の物語があったら、ジェイクは憎むべき最大の敵となるはずじゃ。シェルマーク大統領も世界征服を企む悪人というわけではなく、資源争奪の争いがエスカレートした結果やむなく戦争になってしまい、たまたまその時に指導者だった運の悪い人物という見方もできるのじゃ。そういう意味では、戦争を起こした責任ではなく、戦争で死んでいった人たちへの責任を取れというジェイクのセリフも相手に屈指の言葉ではないと思うのじゃ。自決したことも大統領なりの寛大、覚悟だったのじゃ。そういう戦争の相対的な面というか、どちらかが正義や悪ではないのだというメッセージが、本作全体を通じて描かれているのがバルケンの魅力だとわしは思う。前作レイノスもまさにそうなのじゃが、若干ゲームとしては分かりにくかったり爽快感に欠ける部分があったのは確かじゃ。本作バルケンでは残すべき要素をしっかり見極めた上で、ゲームとしての爽快感や面白さ、シナリオと演出を高次元でバランスよく構成したことが傑作たるゆえんじゃな。素晴らしい作品を作り上げ、世に出していただいたスタッフの皆様に改めて感謝申し上げたい。ちなみにエンディングでしばらく放置していると最後に謎のメッセージが流れるのじゃ。前作レイノスと本作をつなげる粋なサービスなのじゃよ。では最後までお付き合いいただきありがとうなのじゃ。次回もよろしくな。